はバナナフレンチトーストを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、バナナフレンチトーストを作っていきたいと思います。今回ですね、バナナがペースト状になったフィリングを作って、それを食パンでくるくる巻いてフレンチトーストに仕上げていきたいと思います。さらに今回はですね、食パンの耳は使わないので、余った食パンの耳で簡単なカリカリラスクレシピもご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。食パン、バナナ、牛乳、卵、バター、グラニュー糖。今回はこちらの材料で作っていきます。まずバナナですが、こちらは2本使っていきます。グラムに関しましては皮を剥いてから計量したいと思います。そして食パンですね。今回は8枚切りの食パンを使います。こちらのレシピを作るときは必ず薄めの食パンを使うようにしてください。そして今回使用する糖類はグラニュー糖です。こちらはお好みの糖類で代用していただいて OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにバナナのねフィリングから作っていきます。バナナの皮を剥きましょう。はい、 OK です。このようにバナナの皮を剥いてください。今皮を剥いた状態で2本合わせて約 240g になります。こちらは目安にしてみてください。だいたい240から 250g ぐらいのバナナを用意していただくといいかなと思います。そしたらこちらをだいたい1センチ幅ぐらいで切っていきましょう。はい、バナナはねこのように切ってください。それではねこちらを炒めてフィリングにしていきます。それではフライパンを用意してください。ここにまずバターを入れます。そして火にかけましょう。火加減は中火です。火にかけたらバナナも入れちゃいましょう。はい、そしてバナナも入れたら今度はグラニュー糖も加えます。これでねまずバターを溶かしながら混ぜていきます。全体をねよくなじませてください。このままバナナが柔らかくなってフィリング状になるまでね加熱していきます。火加減はねそのまま中火で OK です。ちょっとバナナが柔らかくなってきたら潰しながらね混ぜてみてください。ゴムベラや木べらをね使っていただくといいかなと思います。このようにねだんだん柔らかくなっていきます。押さえつけながらねやってみてください。こうやってねバナナにしっかり火入れするとバナナの糖度が上がってとてもね甘くて美味しい仕上がりになります。焦げないようにねしっかり混ぜながら加熱してください。はい、 OK です。火を止めます。このぐらいですねペースト状になれば OK です。こんな感じです。このように柔らかいペースト状ですね。今ねだいたい中火で3分ぐらいね加熱した状態です。ただこの加熱時間はねバナナの状態によってもね適正な加熱時間が変わる場合があると思いますので様子を見ながらね加熱してください。そしたらこちらはバットに開けます。そして広げてください。広げたら上にねピタッとラップを貼り付けて乾燥させないようにこのまま軽く粗熱を取ってください。それでは続いて食パンの耳を切っていきます。切りやすい枚数だけね重ねていただいて合わせて食パンの耳を切り落としていきましょう。はい、このように切り落とします。こちらの食パンの耳はですね後ほど簡単なアレンジレシピをご紹介しますのでこちらもね取っておいてください。では残りもね同じように切っていきます。はい、このように切ってください。そしたらですねこちらの食パンを麺棒で潰していきます。このようにペタッとなるようにね薄くなるようにこのように転がしながら潰してください。このぐらいの厚みになるように潰してください。それではね残りも同じように潰していきます。はい、このようにね食パンを潰してください。それではですね続いてフレンチトーストの液を作っていきます。まずここに卵割り入れます。そして牛乳とあとはグラニュー糖を加えます。加えたらこちらをよく混ぜましょう。
グラニュー糖のね、シャリッという感じがなくなるまでしっかりね、混ぜてください。卵液の準備はこれで OK です。それではね、食パンでバナナのフィリングを包んでいきます。まずこの手前にですね、バナナのフィリングを置きます。はい、こんな感じで置いてください。そしたら手前からくるくる巻いていきましょう。くるっと一巻きしたら、ここの巻き終わりのところにフレンチトーストの液を塗ってください。そしてくるっと巻きます。はい、こんな感じです。このように巻いてください。これはね、平べったくしていただいてもいいですし、今回みたいにね、ちょっと丸くしていただいてもどちらでも OK です。そして巻き終わったら、巻き終わりを下にして置いといてください。それでは残りもね、同じように巻いていきます。はい、くるくる巻き終わりました。このようにね、くるくる巻いてください。そしたらですね、こういったバットを用意してください。この中に卵液を入れます。そしてこちらフレンチトーストを置いてください。はい、そしてこちらを転がして卵液をね、浸していきます。はい、全体に卵液を浸しましょう。はい、OK です。このようにね、全体にね、卵液を染み込ませてください。ちょっとね、こちら卵液が余ってるんですが、こちら余った卵液は食パンの耳などね、浸していただいて、一緒にね、焼いていただくといいかなと思います。それではね、焼いていきます。まずフライパンにバターを入れます。そして火にかけましょう。火加減は中火です。これで一度ね、バターを全体に広げます。バターがね、半分以上溶けたら火加減弱火にします。そしてここにですね、フレンチトーストのこの巻き終わりを下にして置いていきます。はい、このように並べます。全部ね、並べ終えたら火加減弱めの中火ぐらいにします。そして全体に焼き色がつくまで焼いていきましょう。蓋はね、しなくて OK です。焼き色がついたところから転がしていきます。はい、で全体にね、焼き色をつけていきましょう。火の当たり具合がね、フライパンの位置によって変わってくるので、ちょっとね、位置をずらしながら焼いていただくといいかなと思います。また焼き色がついたら転がします。はい、 OK です。トータルでね、だいたい3分から4分ぐらいを目安に焼いてみてください。全体にいい感じに焼き色がつけば完成です。それではお皿に盛り付けたいと思います。それではですね、余ったこちらの食パンの耳で簡単なラスクを作っていきます。まずこの耳をですね、だいたい1センチ幅で切っていきます。はい、このように切ってください。そしたら耐熱のお皿を用意してください。ここに食パンの耳を広げます。重ならないようにこんな感じでね、広げてください。そしたらですね、このままラップはせずに電子レンジ 600W で4分加熱していきます。そしてこの食パンの耳を一度乾燥させていきます。はい、4分加熱しました。これでこのね、食パンの耳がカリカリっとしてれば OK です。今回私はね、4分加熱したんですが、食パンの量やあとは使ってるお皿、あとはね、この食パンの耳の大きさによっても適正なね、加熱時間が変わる場合があります。なので3分ぐらいからね、様子を見ながら加熱してください。食パンの耳がね、このようにカリカリになってれば OK です。そしたら今からここに味付けしていきます。ではフライパンを用意してください。ここにバターを入れます。そして火にかけましょう。火加減は中火です。全体にね、バターを広げます。半分ぐらい溶けたらこちらの食パンの耳を入れてください。お皿がちょっと熱いかもしれないので、やけどには注意しましょう。そして全体にね、一度バターをなじませてください。バターが溶けて全体になじんだら、ここにグラニュー糖ですね。そしてなじませます。グラニュー糖のこの粒がなくなるぐらいまでですね、混ぜてみてください。だんだんね、グラニュー糖も溶け出してくるので、溶け出してきてからはね、手早く混ぜましょう。このようにね、グラニュー糖の粒が見えなくなるぐらいまで加熱すれば完成です。あとはこちらをクッキングシートの上に出して粗熱を取ってください。
はい、これでバナナフレンチトーストの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにしっかり卵液も染み込んで、そしてバナナがたっぷり入って美味しそうに仕上がりました。最後こちら分量外ですが、上に粉糖とあとはメープルシロップをかけてます。こちらはお好みでかけて召し上がってください。そしてね、半分に切ると中身はこんな感じです。このようにたっぷりバナナが入ってます。そしてこちらが余った食パンの耳で作ったカリカリラスクです。しっかり水分が飛んでて、さらにねグラニュー糖でコーティングしているので、とてもカリカリな仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。バナナが惜しみもなくたっぷり入っててすごく美味しいです。そして一度ね加熱してペースト状にしてるので甘みがアップしててすごく美味しいです。では続いてこちら食パンの耳で作ったラスクをいただきたいと思います。ではいただきます。食パンの耳全体がカリッカリですごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のバナナフレンチトーストのポイントです。まずバナナに関しましては今回2本使ってます。グラムで言うと2本で約 240g になりますので、こちらはグラムを目安に作ってみてください。そして食パンに関しましては必ずね8枚切りの薄い食パンを使うようにしてください。そしてまずはじめにですねバナナを輪切りにして、そしてフライパンで炒めてペースト状にしてください。だいたい3分ぐらいでねペースト状になると思います。こちらをですね焦がさないようによく混ぜながら加熱するようにしてください。そして食パンに関しましては耳を切り落として、そして麺棒でね一度薄く伸ばしてください。そして食パンを伸ばし終わったらバナナのフィリングを手前に置いて、そしてくるっと一巻きして巻き終わりのところにフレンチトーストの卵液を塗ってください。そうすると巻き終わりがしっかりとくっつきます。そして巻き終わったら卵液に浸して、そして焼いてください。卵液がねもし余った場合は食パンの耳をね浸して一緒に焼いていただいてもいいかなと思います。そして焼く時のポイントです。焼く時は必ず巻き終わりを下にして焼き始めるようにしてください。あとはですね全体にいい焼き色がつくまで焼いてください。そして今回はですね余った食パンの耳で簡単なカリカリラスクも作りました。こちらはですね電子レンジで加熱することで食パンの水分を飛ばすことができてカリカリっとした仕上がりになります。あとはねバターとグラニュー糖を入れて、そしてグラニュー糖の粒々がなくなるまで加熱してみてください。そうするとねさらにカリッとした仕上がりになります。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はバナナフレンチトーストを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。